ここはガタピシ横丁。まっすぐ進んだはずの道がなぜかほんの少しだけ曲がって見える。そんな不思議な通りだ。その日わしは一つの古びた建物の前で足を止めた。今日はボーリング場の話をしよう。屋根の上には大きなボーリングピンのオブジェがポツンと立っていた。色は少し剥げていて、長い時間ここで誰かを見守ってきたみたいだった。入り口の看板の明かりだけがぼんやりとついている。わしは静かに扉を押した。古い木の床、長くまっすぐ伸びるレーン、そして奥に並ぶ10本のピン。しんとした静けさがレーンの奥まで静かに満ちていた。机の上には一枚のスコア用紙と短くなった鉛筆がそっと並んでいた。名前を書く欄は空のままだった。まるで最初から誰かを待っていたみたいに。わしはレーンの前に立った。古いボールは少し重く、表面には細かな傷が残っていた。まるで何度も転がされてきた時間そのものみたいだった。奥のピンは静かに並んでいる。揺れもせず、ただまっすぐに。手にしたボールを静かにレーンへ転がす。ゴロゴロと低くゆっくりとした音が響いていく。感触は悪くなかった。少し遅れて重たい音がレーンの奥に広がった。わしは確信した。すべてが倒れたのだと。スコア表に目を戻すと、その欄にはすでに9と書かれていた。誰が書いたのかはわからない。けれど、鉛筆の跡は新しかった。わしは首をかしげて、もう一度レーンの奥を見つめた。静まり返ったレーンの奥に、ぽつりと残る影があった。一本だけ。ただ一本だけ。不思議なほどまっすぐ立っている。倒れ損ねたというより、最初からそこに残る運命だったみたいに。わしはもう一度ボールを手に取った。残された一本だけをじっと見つめる。さっきよりほんの少しだけ力を込めて投げた。転がしたボールは静かにレーンを進み、すっと横にそれた。ガーターだった。ピンは一本だけ。最初と同じ場所に変わらず立っている。完璧だと思った一投目も、狙いすました二投目も、その一本には届かなかった。スコア表の9の数字だけが、やけにくっきりと残っていた。思い通りにいかないこともある。それでも、転がり続けることに意味はある。ここはガタピシ横丁。この横丁には昔から7つの不思議があると言われている。それは噂話のようで、誰かの記憶のようでもある。今日はその3つ目の話をしよう。開かない蔵の扉の話だ。横丁の奥まった路地に、
古い蔵が一つ立っている。木の扉は固く閉ざされ、錆びた金具も、太い缶抜きも動かない。押しても、引いても、叩いても、扉はピクリとも動かないという。その夜わしは、その蔵の前まで歩いてみた。路地の裏に、ひっそりと佇む古い蔵。木の扉は色あせ、表面には無数の傷が残っている。扉の前に立つだけで、空気がわずかに重くなる。長い間、開かれていない空気がそこにあった。試しに取っ手に手をかけてみた。冷たい感触だった。その時、キシッと扉がほんのわずかになった。開いたわけではない。けれど、扉と扉の間にかすかな隙間が生まれていた。その隙間の向こうは、光を飲み込んだような真っ暗な闇だった。わしは、思わず取っ手を握り直した。その瞬間、バタンと、強い風でもないのに、扉が内側へ引かれるように、ピタリと閉じた。同時に、路地の明かりが、一つ、また一つと、ゆっくり消えていった。驚いてわしは取っ手から手を離した。シンと音が消える。すると、消えていた明かりが一つまた一つと静かに戻っていった。その後、蔵は再び何事もなかったかのように静まり返った。あの蔵には何がしまわれているのだろう。古い道具か。忘れられた荷物か。それとも、もう触れてはいけない何かなのか。横丁の人は言う。開かないんじゃない。まだ開ける時じゃないんだ。と。開かない蔵の扉は今夜も静かに閉ざされている。もしかするとあの扉は横丁がそっとしまい続けている。まだ開けられない記憶なのかもしれない。ここは片岸横丁。言葉にならなかった気持ちがどこかに残り続けている。そんな不思議な通りだ。今日はハンコ屋の話をしよう。店先には古い木の看板が掲げられていた。手彫り印鑑、実印、銀行印、認め印。かすれた文字が静かに並んでいる。軒先の棚や小さな木箱には大小様々な印鑑が並んでいる。まるで店そのものが長い時間を刻み続けているみたいだった。扉の前に立つと、インクと木の匂いだけがかすかに漂っていた。わしは静かに引き戸に手をかけた。中には無数のハンコが整然と並んでいた。大きさも形も色もバラバラだった。低い机の上に一つの印鑑と真っ白な紙が置かれている。その横に小さな紙切れがあった。心に浮かんだ言葉を書いてください。インクの香りだけが静かに漂っていた。わしは少し考えてから紙にこう書いた。大丈夫。そして
ハンコを手に取り、そっと紙に押してみた。しかし、紙には何も現れなかった。赤い印も、文字も、何一つ。次に、少しだけ考えてから、もう一度書いた。平気。もう一度ハンコを押す。けれど、やはり印は現れない。静まり返った店内で、印鑑だけが重く手の中に残った。ふと手が止まった。何を書くでもなく、わしはしばらく紙を見つめていた。その時、カタンと小さな音がして、印鑑が一人でに倒れた。次の瞬間、わしの手が勝手に動いた。気づけば、紙の端に小さな文字が書かれていた。疲れた。自分で書いた覚えはない。けれど、一番心の奥にあった言葉だった。わしは、しばらくその文字を見つめた後、もう一度だけ静かにハンコを押した。インクが心の奥からにじみ出るみたいだった。その時、初めて紙の上に乾く、にじむような赤い印が現れた。店の奥で、かすかに木の椅子がきしむ音がした。誰かがいる気配が、静かにそこにあった。まるで、ようやく本音が出ましたね、と、見守っているみたいに。胸の奥が少しだけ軽くなった気がした。大丈夫は便利な言葉だ。本当は、誰よりも無理をしている時ほど使ってしまう。ここは、ガタペシ横丁。夜になると、聞こえないはずの音がどこからともなく流れてくる。そんな不思議な通りだ。今日は、レコード店の話をしよう。看板には、かすれた文字で、レコードとだけ書かれていた。ガラス越しには、古いジャケットが何枚も並んでいる。けれど店の前には、針が落ちる前の静けさみたいな空気が、じっと漂っていた。扉を開けると、埃の匂いと静けさ。棚には無数のレコード。古びたジャケットのタイトルが静かにこちらを見つめていた。店の中央には古い蓄音機が一台。それだけがこの店の時間を守っているみたいだった。わしは何枚か棚から手に取ってみた。24時のフリーウェイ。霧に消えたラプソディ。三畳一間の青い空。どれも聞いたことのない曲のはずなのに、なぜか胸の奥がかすかに揺れた。そして、棚の奥からもう一枚のレコードが、そっと顔を出していた。真っ白なジャケット。そこには、文字だけがポツンと書かれていた。背景、あの日のあなたへ。
そのタイトルを見た瞬間、わしの胸のどこかが静かに引っかかった。わしはそのレコードをそっと蓄音機に置いた。針を落とす。レコードがゆっくりと回り始める。すると、どこかで聞いたことのある旋律が、静かに店の中へ流れ始めた。その瞬間、音と一緒に、懐かしい匂いがふわりと漂ってきた。文化祭の焼きそば。夕方の駅のホーム。卒業式の桜。忘れていた青春が、胸の奥でそっと動き出した。やがて、音楽はすっと終わった。店の中は、また静寂に包まれた。蓄音機の針だけが、かすかに揺れている。ふと見ると、レコードのジャケットは、ただの白い紙に戻っていた。まるで、最初から何も書かれていなかったみたいに。懐かしさは心の奥の扉だ。音はそれをそっと開ける鍵になる。ここは、ガタピシ横丁。この横丁には、昔から7つの不思議があると言われている。誰かのいたずらのようで、けれどどこか懐かしい噂話。今日は、その4つ目の話をしよう。消えないチョークのケンケンパの話だ。横丁の奥の細い路地に、地面いっぱいに書かれたケンケンパの跡がある。雨が降っても、風が吹いても、上から新しく書いても、その白い線は消えないらしい。その夜わしは、噂の場所まで歩いてみた。薄暗い路地の地面に、白いチョークの線が浮かび上がっていた。丸が一つ、二つ、そしてその先に、左右に並んだ丸が静かに待っていた。古びているのに、消えずに残り続けている。生まれた後もなく、ただ静かにそこにあった。わしは、一番手前の丸の前で立ち止まった。白いチョークの線は、古びてかすれ、ところどころ途切れている。試しに、その丸の中に、そっと足を置いてみた。その瞬間、スッと、足元のチョークの線が、ゆっくりと色を取り戻していった。かすれていた白は、描いたばかりのような、はっきりとした線へ変わってゆく。丸が一つ、また一つ。古びている跡が、まるで時間を巻き戻すみたいに、新しい線へと書き直されていった。わしは思わず、次の丸へと足を移した。その時、わしが動いていないのに、少し遅れて小さな足音が後ろから聞こえた。跳ねる音、着地する音、ケン、ケン、パ。けれど、振り向いてもそこには誰もいない。音だけが、わしの通った丸をなぞるように、静かについてきていた。二つ並んだ最後の丸の上で、わしは立ち止まった。胸の奥がわずかにざわつく。そして、そっと丸から足を外した。その瞬間、あれほど聞こえていた足音が、ぴたりと止んだ。
振り返るとそこにはまた、古びたケンケンパの跡だけが静かに残っていた。まるで最初から何も起きていなかったかのように。このケンケンパは誰が描いたのだろう。遊んでいた子供か、それとももう遊べなくなった誰かなのか。横丁の人は言う。昔の子供たちはあそこでよく遊んでいたんだよ、と。消えないチョークのケンケンパは今夜も静かに地面に描かれている。もしかするとあれは横丁がそっと残している終わらなかった遊び時間なのかもしれない。